こんにちは、みどりです。皆様お元気でお過ごしでしょうか？今回も心理学の学びをシェアしたいと思います。今回は常識について考えてみます。私たちは日々数えきれないほどの常識に従って生きています。こうするのが当たり前と思い込み、疑うこともなく常識的とされる行動をとっています。でもこの常識って本当に誰にとっても当たり前のものなのでしょうか？そしてそれに従うことは本当に妥当と言えるのでしょうか？今回お伝えしたいのは、常識を一度立ち止まって見直した方が良いということです。ではなぜそうなのでしょうか？まず最初の理由は、私たちがこれが正しいと信じている多くのことは永遠に変わらない真理ではないという点です。それらはある文化や社会の中で生まれたその時々の価値観に過ぎません。例えば私が子供の頃は、スポーツ中に水を飲むことはやってはならない行為だと教えられていました。部活でも汗をかいて喉が渇いても、運動中には絶対に水を飲んではいけないと指導されていたんです。ところが今はどうでしょうか？運動中に脱水状態になれば危険なので、水分補給はこまめに行うよう言われています。少し時代が変わっただけで、常識だとされてきたことが180度変わることもあるんです。これは一つの例に過ぎませんが、昨日の正解が今日には誤りとされることは決して珍しいことではありません。常識を疑うべき2つ目の理由は、常識に従うことで自分自身を見失ってしまうことがあるという点です。心理学には同調圧力という言葉があります。これは周りと同じ行動や意見を取ろうとする人間の心理的な傾向を指します。常識と呼ばれるものは多くの場合、この同調圧力によって強く支えられています。みんながそうしているのだから間違いないと考えるとき、そこには安心感があるでしょう。けれども、その考え方には大きな落とし穴があります。多くの人にとって自然に思えることが自分にとっても正しいとは限りません。人はそれぞれ性格も能力も価値観も違い、目指す生き方も異なります。それなのに、普通はこうするものだという基準に合わせようとして無理を重ねれば、自分らしさが失われ、心のバランスを崩してしまうでしょう。本心に背を向け続ける状態が長く続けば、知らないうちにストレスが蓄積し、心の健康を損なう恐れがあります。例えば、静かな場所で一人の方が集中できる人がいたとします。しかし、チームワークが大切、コミュニケーション能力が何より重要といった空気に合わせて、無理に外交的に振る舞おうとすれば、次第に心が疲れ、本来の力を発揮できなくなるでしょう。キャリア選びも同じです。安定した大企業に入ることが成功だという常識を疑わず受け入れた結果、本当は創作活動に情熱を持っている人が周囲の期待に合わせて別の道を選んでしまうことがあります。最初のうちは褒められ安心できるかもしれません。しかし年月を重ねるうちに、これは本当に自分が望んだ人生なのだろうかと疑問を持つようになり、満たされない気持ちで生きていくことになるでしょう。社会心理学の研究では、
人の期待に応えて評価を得ようとする外発的動機づけより、自分の興味や価値観に基づいて行動する内発的動機づけの方が長く続く満足感や幸福感につながると言われています。つまり常識という他人の声に合わせてばかりいれば、自分の内なる声を聞き取れなくなってしまうんです。一時的な安心と引き換えに本当の自分を置き去りにしてしまう、それが多数派に流されることの怖さなんです。常識を疑うべき3つ目の理由は、常識が私たちの可能性を狭めてしまうことがある点です。心理学には機能的固着と呼ばれる現象があります。これはあるものや考え方を一つの使い方や意味でしか捉えられなくなる傾向のことです。例えば、ハサミは紙を切る道具という固定観念があると、ネジを回すときにハサミの柄を使うという発想はなかなか浮かびません。常識も同じように思考の柔軟さを奪い、可能性の幅を狭めてしまうんです。歴史を振り返れば、そんなことは無理だ、非常識だと言われた挑戦こそが新しい時代を切り開いてきました。飛行機を生み出したライト兄弟も当時の科学者たちから人間が空を飛ぶなんてありえないと笑われていたんです。こうした例が語っているのは、常識を疑い既存の枠を超えて考える姿勢こそが新しい価値を生み出す原動力になるということです。常識を疑うべき4つ目の理由は、常識が私たちの成長の機会を奪ってしまうことがあるという点です。人には生まれつき現状を保とうとする力が備わっています。心理学ではこれを現状維持バイアスと呼びます。変化には不安やリスクがつきものだからこそ、私たちはどうしても慣れ親しんだ環境にとどまろうとしてしまいます。常識に従うという行動も、この安全地帯に身を置くことだと言えるでしょう。周囲と同じ行動をとっていれば、批判されることもなく、浮いた存在にもなりません。普通でいることは、社会の中で摩擦を避け、安心して受け入れられるための最も簡単な方法です。そしてその安心感には確かに意味があります。人は社会的な存在であり、誰かとつながっていたい、仲間の中にいたいという気持ちが満たされるからです。けれども、その安全地帯に長く居続ければ、気づかないうちに成長のチャンスを逃してしまうでしょう。人が本当に成長できるのは、快適な領域の外側に踏み出した時です。新しいスキルを学ぶ、未知の経験に飛び込む、これまでとは違う考え方を試してみるといった行動には、一時的な不安や居心地の悪さが伴いますが、それこそが成長に必要な刺激なんです。未知の世界に飛び込むのは勇気がいりますが、その先には自分を広げる機会が待っています。常識を疑うべき5つ目の理由は、誰かにとって都合の良い仕組まれた考え方が潜んでいる点です。私たちが当たり前のように信じている常識は、必ずしも自然に生まれたものではありません。社会の仕組みや力のバランスの中で作られ、都合よく使われてきた価値観もあります。例えば、昭和の時代に根付いた
長時間働くことは美徳という考え方です。この常識は一体誰にとって都合が良かったのでしょうか。働く人の健康や幸せではなく、生産性や利益を重視する企業側にとってこれほど便利な価値観はなかったはずです。遅くまで残っている人ほど頑張っている、早く帰るのは怠けている証拠といった考えが広まれば、働く人たちは自ら進んで長時間労働を受け入れ、疑問を持つことさえなくなるでしょう。同じように我慢は美徳、弱音を吐いてはいけないといった常識も慎重に見直す必要があります。一見すると立派な生き方のように聞こえますが、実際には不満を口にしたり、問題を訴えたりすることを難しくし、結果として社会の不公平や不条理をそのままにしてしまう恐れがあるからです。さらに、成功はすべて本人の努力次第という考え方もよく耳にすることです。もちろん努力は大切です。しかし私たちの人生には、生まれ育った環境や与えられた機会、使える資源など、自分の力ではどうにもできない要素がいくつも関わっています。それなのに、うまくいかなかったのは努力が足りなかったからと、すべてを個人の責任として押し付けてしまえば、本当の問題、つまり社会の構造に潜む不平等から目をそらすことになるでしょう。努力してもうまくいかない人は自分を責め、成功した人は自分の力で勝ち取ったと自負します。こうした思い込みが積み重なることで、社会全体の歪みが見えにくくなり、問題解決を遅らせてしまうんです。常識の中には、誰かにとって都合の良い仕組まれた考え方が潜んでいるんです。だからこそ、私たちは必要な時には立ち止まり、この常識は本当に正しいのだろうかと問い直すことが大切です。ここまで常識を疑うことの大切さをさまざまな角度から見てきました。ではもし私たちがその常識という枠から自由になれたとしたら、どのような変化が起きるのでしょうか。一番大きな変化は、自分で選んで生きているという実感、つまり自己決定感を取り戻せることです。常識に従うだけの生き方は、誰かが書いた脚本に沿って演じているようなものです。もし常識を立ち止まって見直し、自分にとって本当に意味のあるものを選び取ることができれば、私たちは自分の人生の主人公として生きられるようになるでしょう。こうあるべきではなく、こうありたいという軸で、日々自分で選び取ることで、心の奥から湧き上がるような充実感と、自分らしく生きているという確かな実感を得られるんです。さらに常識から自由になることは、他者への理解や思いやりにもつながります。普通という枠に自分を縛らなくなると、人の価値観や生き方の違いにも自然と寛容になれるからです。自分と違うイコール間違っているという考え方から、人それぞれの違いが世界を豊かにしているという視点へと変わっていくでしょう。大切なのは、すべての常識を否定することではありません。一つ一つを丁寧に見つめ、自分の人生にとって本当に意味のあるものは残し、そうでないものは手放していくこと。その積み重ねが自分らしい生き方へとつながっていくでしょう。
常識に縛られない生き方とは、誰かの期待ではなく、自分の心に誠実であることです。そうできれば、私たちは自分自身の脚本に沿って自分らしく生きていくことができるでしょう。今回は、なぜ常識を疑うことが大切なのかについて考えてきました。おさらいすれば、常識を疑うべき理由は次の5つです。1つ目は、常識は時代とともに変わるものだから。2つ目は、常識に従うと自分を見失う危険があるから。3つ目は、常識が可能性を狭めてしまうから。4つ目は、常識にとどまることで成長の機会を逃すから。5つ目は、常識が誰かにとって都合よく作られたものかもしれないからです。だからこそ常識を疑い、自分で考え、どう行動するかを自ら選び取ることが大切です。常識という安全地帯から一歩踏み出すことは勇気がいりますが、その一歩こそが自分らしく生きるための始まりとなるでしょう。どうか必要な時には立ち止まり、これは本当に当然のことなのだろうかと自分に問いかけてみてください。その小さな問いを重ねる習慣があなたを縛っていた常識を少しずつほどき、もっと自由に自分らしく生きられるようになるでしょう。最後までお付き合いいただきましてありがとうございました。これからも時々心理学の学びをシェアします。応援していただけたら嬉しいです。よろしくお願いいたします。それではまた次回お会いしましょう。